あっちも動き出した。いい知らせだ。まずクズの根を焼いて食べる。後で罠を見に行こう。この肉は一旦バッグに入れておく。鳥の鳴き声がかなり活発だ。必死に食べ物を探してる。夜は群れで木の上にいて天敵を避けるけど、朝は特に活発になる。まず食べてから罠を見に行こう。ほとんどでんぷんだ。そろそろ出発だ。鳥の鳴き声がまだ活発だ。昨日仕掛けた罠に期待してる。セーダー穴は全く開けられてない。可能性は2つある。1つはさっき見たけど外にかじられた竹がたくさんある。つまり中に食料があって出てきてない。もう1つはこの辺りは穴が多すぎて別の穴から逃げた可能性。とりあえず罠を見に行こう。後でしっかり観察する。もし逃げてるなら行動範囲はこの辺りだけだ。この小さなテキラ石の中。ついにいい知らせだ。まだ湿ってる。朝ここを掘った後だ。罠のすぐ近くだ。急いで見に行こう。まだ弓なりの形だ。発動してない。ほら、あっちもダメだ。なるほど。なんでこんな開けた場所に来るのかと思ったら全部この木の実の殻だ。見てみろ。枯葉をどかすと下は全部殻だらけ。今はつるがないのが残念だ。あればここに罠を仕掛けるのに。明日やろう。先に他の罠を見よう。あっちも動き出した。こんなに小さい。完全にヒナだ。OK。まずは少し大きい方を処理する。これはそのまま皮を剥ぐしかない。もうすぐ春だから毛の生え変わるの時期だ。下に産毛がある。塩を振ってそのまま焼けばいい。
肉は少しつけてから火を起こす。こっちは引き続きいぶしておく。これはそのまま燻製にする。多い分は今日は食べきる。炭火のじんわりした熱でしっかり火が通る。本当は焼いてる間に他のことをやろうと思ってたけど、さっき火が強すぎてここがもう焦げ始めてるから離れられない。下手したら炭みたいな鶏になる。まずは焼き上げよう。食べてから考える。薪は燃え尽きて炭だけになった。焼くならやっぱり炭火だ。味が一番いい。油が出てきた。もう火は通ってそうだ。油がじわっと出てる。よし、食べよう。いい感じに焼けてる。ちょっと硬いな。めちゃくちゃうまい。これは本当にうまい。この部分はよく焼けてる。ただ肉が締まりすぎて硬い。まるで干し牛肉みたいな感じだ。油は少なめだ。これは本当の野生の味だ。骨は取っておく。野草と一緒に煮てもいいし、ネズミが手に入ったらスープにも使える。食事も終わったし、まだ日が落ちるまで時間がある。キノコ小屋を作るのを進めよう。こんな感じで組んで、周りを少し高くして、
枯葉を混ぜる。断熱層を作るんだ。ここは暖気の通り道。下にもたくさん枯葉を敷いて、水をかければ湿度を保てる。中に入れるのはこういう粉っぽくなった枯れ木がいい。指で簡単に崩せるくらいのやつ。下は全部腐木で埋めた。水をしっかりかける。さっき落としたこれの方がいい。これはすぐ崩れる。中身も確認しておく。軽く握るだけで崩れる。水さえあれば湿度が保たれてキノコの栄養になる。水は散らすようにかける。さっき新しい拠点を探した時に集めた菌糸だ。この樹皮には前に平竹がたくさん生えてた。上に巻いた金は乾いた状態だから、水は少しだけでいい。かけすぎない。軽く雨が降ったくらいで十分。よし、キノコ小屋完成だ。薪を集めよう。外は風が出てきた。成功する確率はちょっと低いかも。雪がどんどん強くなるし、ネズミを煮て食べよう。外、なんか小雨が降ってるみたいだ。パラパラ音がする。小雨どころか。やっぱり昔からの知恵は役に立つな。雪が降るって予測してたけど、本当に降ってきた。どれくらい続くかわからないけど、この肉と今ある食料を節約すれば乗り切れそうだ。問題は薪が少ないことだな。この数日の移動で靴もボロボロだ。そこはもう穴だらけ。前に作った草履をくっつくしかない。これなら戻ってきた時も乾いてる。今のうちに薪を集めておこう。雪がどんどん強くなってきた。まあ気にしない。薪は確保したし、まず靴を履き替えて火を強くする。寒すぎる。あったかい。この雪がどれくらい続くかわからない。食料はちゃんと配分しないと。雪の日は何もできない。だから今日は植物中心で行く。こっちはもう古くなってる。こっちも匂いを確認。ネズミ肉だ。燻製の香りがいい。
まさに荒野で犬みたいに動き回って凍える寒さに北風が吹き荒れる。体力温存で寝る。雪はまだ降り続いている。さっき竹筒を用意した。ネズミを煮て食べよう。前に作った陶器が4つある。だいぶ乾いてきた。ネズミを焼いてる間に仕上げよう。この一つ円が少し欠けてる。少しひびも入ってる。表面だけか中まで割れてるのかわからない。削って確認しよう。冬の野外は陶器作りには向いていない。低温だと粘土が凍ってひび割れることがある。自然乾燥にも時間がかかる。寒いと窯の効率も悪い。熱がすぐ逃げてしまう。だから多めに作っておいた。うまく焼けてほしい。やっと雪が止んだ。天気も良くなりそうだ。これはだいぶ整ってきた。今度は削った粉状の土で表面をこする。残念ながら片方の取っ手だけだ。この粉状の土でこするとかなり滑らかになる。まるで研磨したみたいだ。これは成功率がちょっと低そうだ。大きなひびがある。表面だけなのか中まで入っているのか確認する。幸いそこまで深くはない。問題なさそうだ。食べてから続けよう。
やっぱり雪が溶けてきた。溶けた雪は雨みたいだ。服も髪ももう濡れている。靴は完全にびしょ濡れだ。もう使い物にならない。地面を踏むとこんな状態になってしまう。さっき弦を少し取ってきた。新しいわらじを作る。明日はこれで山を回る。一足の寿命はだいたい10日だ。濡れたり乾いたりするとすぐ傷んでしまう。片方のわらじの底は完成した。次はもう片方だ。両方の底ができた。完成までもう少しだ。今は中に炭火が残っている。さっきはこれが邪魔だったけど、今はしっかり乾かすのに使う。肉も焼き始めた。靴を全部組み上げていこう。どんな食料も見逃さないことが大事だ。こういうクソが6から7までかところあれば10キロ級の獲物が狙える。おはよう。今日は天気がいい。日を埋めてすぐ出発する。水を足しておく。キノコ小屋にも水をやった。今日は天気がいいから動物は地面で活動するはずだ。昨日の大雪で罠は全部作動しただろう。今のうちに全部復旧しないと。動きが活発な今がチャンスだ。水場に着いた。少し飲んでから進む。野生のパクチーが多い。道中で少し集めて食べながら進もう。さっき向こうで泣いてたやつ。あれも狙える獲物だ。急がないと。どんどん明るくなってきた。もう鳥も出てきている。この一帯草が全部食べられてる。あとは2から3まで引く間のものだな。どの動物かはわからない。でもこういう場所で罠がかかってないなら対策を考えないと。多分雪の影響だ。普段はこういう植物はあまり食べないはずだから。雪で食べ物がなくて仕方なく食べたんだろう。とにかく罠を復旧しよう。やっぱり全部作動してる。この山頂は風が強くて地面も乾いている。昨日は晴れてたけど谷の方はまだ湿ってる。まず復旧だ。急がないと。まだ11か12個くらい直す必要がある。新しい発見だ。しかも大発見。
ここは山頂に近くて日当たりがいい。暖かい場所だ。谷の中にはたくさんの草がある。でもこの一帯は全部食べられている。食べられた跡だらけだ。この土の状態もかなりいい。谷には若い草がたくさんある。あとはどこから降りてきたかだ。2から3までヒクマの跡だな。今日は晴れてるし、広いところから狭いところへ、狭いところから斜面を探る。から所になる場所には必ず獲物が通る。この辺りは鶴が少なすぎる。今日は古い鶴を使う。しかも少し太めのものがいい。もう完全に春が来ている。前は樹皮がなかなか剥がれなかったけど、今は水分が多くて簡単に剥がせる。かなり太い縄が3本できた。10キロ以上の獲物にも使える。あとはトリガーを作って通り道に設置する。縄を編んでトリガーを作るのに時間をかけすぎた。急がないと。ここが作動部分だ。どの方向から入っても下のトリガーに触れれば首にかかる仕組みだ。急ごう。いい場所を探してもう1から2まで個設置する。通り道はこんな感じだ。違う。最初はイノシシかと思ったけど、このクソは違う。もっとよく見ればよかった。イノシシじゃない。もう確信した。ウサギだ。このまま後を追ってみる。またクソがある。大きさがバラバラだ。これは新しい。この通り道だけで6から7までか。ところも見つけた。完全に常連ルートだ。決まった通り道。こういう場所では足跡を踏み荒らさずに罠を設置すればいい。あとは待つだけで大きなチャンスになる。今はこの通り道の上を踏まない。山頂は見通しが良くて谷には草が多い。隠れる場所は山の中腹だ。この古い通り道はこう横に伸びている。山頂は平らで木も少なく隠れにくい。でも中腹には密集したトゲや低木、草むらがある。ウサギの隠れ場所に最適だ。最初は別の動物だと思って罠の位置を高くしすぎた。まず設置場所を確認して、
ここも良さそうだ。それと、この場所、痕跡がかなり新しい。しかもここに椿がある。しなりがいい。バネとして使える。まず、一つ目を調整する。最初は別の獲物を想定して輪を大きくしすぎたし、高さも高すぎた。今は低くする。罠の復旧は設置と同じくらい大変で2時間以上かかる。だいぶ楽になった。また一からのスタートだ。多少の食料はあるけど、長く滞在するほど拠点周辺の食料は減っていく。肉はネズミが2匹ある。しかもこの辺りはネズミが捕まえやすい。それにクズの根や鳥の骨もある。さらに上に行って、今日はもっと遠くまで探索する。数日前に塞いだ穴だけど全く変化がない。結局何も得られなかった。カルスト地形だから下は空洞になっていて別の穴から逃げた可能性がある。さらに上へ進もう。登りながらまたしなりのいい枝を見つけた。これは弾力が強い。もしネズミの穴が見つかればその場で材料が揃う。ここには野生のパクチーがいくつもある。状態もかなりいい。食べ物に好き嫌いは言ってられない。最初はすごくいい香りだったけど、シャキシャキして美味しかった。でも今は匂いがちょっときつく感じる。ここはかなりいい場所だ。上の谷が緩やかになっている。両側の山もそれほど高くない。傾斜も緩い。最高のポイントだ。両側の斜面が緩くて日当たりもいい。動物はこういう日当たりのいい谷を好む。20メートルほど進んだだけでネズミの痕跡がある。クモの巣で入り口が塞がれている。つまり今はいない。日が暮れる前に拠点に戻った。罠を遠くに設置しすぎた。また長距離移動だ。罠を仕掛けて竹を切ってネズミ2匹で1食分。ネズミ肉を煮る。陶器を2つ持ってきた。夕食の後にいい場所に置いてゆっくり焼く。さっき磨いた時点でもまだ完全には乾いていなかった。完全に乾いたら草木灰で仕上げ磨きをする。乾燥させるときは手で触って温かい程度がいい。ここは火の反射熱が強すぎる。少し離しておこう。
太い薪を集めておく。これなら寝ても寒くない。太い薪はゆっくり燃えるからな。羽ばたく音が聞こえた。お肌、鶏じゃない。今日はちょっとサボって早起きしなかった。動物は昼に地上で活動するから午前中は別のことをやる。まず水を汲んでキノコ小屋に水をやる。ここは火に近すぎる。ここ数日は天気もいいし、こまめに水をかけて湿度を保つ。先に竹を切りに行く。罠を見るのはまだ後でいい。竹を切って水を通せるようにする。陶器は毎日火のそばで乾かしてる。時間を見て仕上げられる。ひびがなければ焼成できる。ここにはしばらく来てなかった。最初にここで鳥の糞が多かったから罠をこの上に設置したんだ。そうじゃなければ最初からここに置いてた。水にも近いし、竹で水路を作る必要もなかった。これは腐ったの果てだ。あの時収穫したのが昨日のことみたいだ。やっと着いた。ここは動物の痕跡が多い。枯葉が掘り返されていればほとんどが鳥の跡だ。疲れた。竹を長く切りすぎた。上まで運ぶのが大変だ。竹も運び終えた。そろそろ罠を見に行く。その前にキノコ小屋に水をやる。菌が広がってきてキノコが生え始めている。湿度を保ち続けないと。 OK、 これで完了。これで罠を見に行ける。でも順番を変える。遠い方から先に。まずは遠くのウサギの罠だ。鳥は昼間地上で活動する。時間はたっぷりある。この大雪でかなり消耗した。だから道中の野草も見逃せない。この斜面を登って山頂へ行く。平らな場所が鳥用の罠ポイントだ。上でたくさん鳴いている。こういう鳥は大きめの個体は地面で餌を探す。だから今は刺激しない。先にウサギを見る。
この罠はかかってない。むしろいい知らせだ。少なくともこの方向じゃない。谷の両側は乾いていて、草も少ない。谷の中の方が湿っている。草も多いし、食べられた後は見ていない。つまり、さらにいい兆候だ。もしかしたら、向こうの罠にかかってるかも。あの横道の方だ。ダメだ。先を見よう。古いクソしかない。先へ行くが、通り道は踏まない。前でかかってる可能性がある。通り道はあそこを横切っている。回り込む必要がある。絶対に踏まない。茂みを抜けていく。あとは後ろの罠次第だ。あれもまだ弓なりの形だ。遠目でも外れだとわかる。罠は運任せだ。谷に沿ってくだろう。途中で食べ物も探す。ウサギの罠は外れ。とりあえず下る。次は別の罠を確認。ダメならクズの根を掘る。やっぱり変わりなし。執着してるようで、ただ諦めきれないだけだ。あっちも見てみる。こっちは新しい痕跡が全くない。でもこっちはこの場所を見て、前は竹でしっかり塞いでいたはずだ。完全に引っ越したな。昨日は全部塞がっていたのに、今日はこんな穴が開いている。これくらいの大きさだ。こいつは夜行性だから、昨夜のうちに移動したんだろう。周囲を探せば遠くはないはずだ。一晩でそんなに深く掘れない。近くには毛が引っかかった跡もあるかも。この古い巣穴を中心に半径50メートルで探す。こっちにもない。思ったより遠くに移動してる。この穴を中心に50メートル範囲を探したけど何もなかった。やっと罠を仕掛けた山の下に来た。もう午後になっている。そろそろ罠を確認する時間だ。罠を遠くに置きすぎた。移動にかなり時間を取られている。30分くらい前にここに鳥がいた。違う。これは紅橋のオハだ。今日はずっと天気がいい。この場所、土がまだ少し湿っている。もし1時間以上前ならもう乾いているはずだ。しかも罠のすぐ近くだ。まずは1つ目、
麦冬かと思ったけど、ここまで登るのに体力を使いすぎた。しかも今は空腹で何か食べたかった。でもただのランだった。根は太くてほんのり甘くて水分もある。外れだ。反応もしていない。まるで宝探しみたいだ。いくつ見ても外れだ。あれもまた空振りだ。よし、出発だ。羽ばたく音が聞こえる。どうだ、かっこいいだろ。またたくさん来てる。鳥だ。こういう環境では獲物を取るのが一番難しい。全体的に密度が偏っているし、こういう場所は逆にスカスカだ。覚えておくべきは、蜜は糸を探し、糸は蜜を探す。鳥は夜は茂みの中にいる。例えばこの辺りは蜜で、真ん中に少し開けた場所がある。狭いけど幅は1メートルくらい。こういうところに罠を置く。鳥は昼は地面で動くからだ。ここは一見スカスカに見えるけど、こっちはかなり密集している。だからこの蜜と糸の境目、この隙間に設置する。これで仕留める。ここで一応説明しておくが、これは全て演出だ。こういうのも買ってきて罠に置いただけ。演出はここまで。今から話してやる。ほら、飛べ飛べ。全部の罠を確認した。時間も遅い。急いで拠点に戻る。残りはネズミ1匹だけ。もう食べてしまおう。皮がすごく硬い。火を起こしてネズミを煮る。これもまだ研磨が必要だ。とりあえず横に置いて先に火を起こす。今の食料は前に埋めた山芋を除けば小さな鶏が1羽だけだ。少し高いところに吊るしておく。明日何も取れなかったら丸焼きにして食べるか。火が通ったら今夜の夕食だ。作業開始。陶器を研磨する。まだ少し熱すぎる。もう少し削る必要がある。割って中を確認する。熱い。肉がかなり締まってる。
おはよう。また寒くなった。この空の様子だと、また雨が来そうだ。少し食べてから大雨が来る前にできるだけ多くの物資を集める。しばらく置いていたから水分は減ったけど甘みが増した。ハンガー焼きの栗みたいな感じだ。火の準備はできた。出発しよう。少し風が出てきた。いい知らせもある。風が強く暗い夜はウサギが活発になる。だから先にウサギの罠を確認する。遠くに置きすぎて体力を消耗する。でも近すぎると取れない。何もない。別の罠を見てみる。これも外れだ。痕跡はあるが古いものばかりだ。遠くから見ても弓なりで見作動。問題ない。鳥が活発に鳴いている。地面で必死に餌を探している。鳥用の罠もある。ここは常に通るルートだ。通り道に設置しているのに、こんなにクソがあるのに取れない。上ではいろんな鳥が鳴いている。紅橋だ。雨が来るかもしれない。動物は危険を避けて雨の前にたくさん食べる。つまり自分もチャンスがある。やっと着いた。何かかかっていてほしい。この苦労が報われてほしい。山を越え。結果はゼロだ。すべての罠を確認した。ついでに竹も切っておこう。昨日は下で切ったから近かったけど、上まで運ぶのが本当にきつい。さっき自分を振り返ってみたが、やっぱり罠の数が足りない。野外では罠を多く仕掛ければ食一ぱぐれない。どうせ竹を縛るのにつるが必要だし、多めに集めておく。ここは拠点から遠すぎる。3本だけにする。でもこれで少なくとも20メートルの水路になる。収穫ゼロだ。正直くじけそうになる。雨も近そうだ。薪を集めておこう。
こういう大きな葉っぱを集める。丸焼き用だ。昨日は少し離していぶした。これくらいがちょうどいい。水分も少し抜けてきた。泥をこねる。大きい塊を選ぶ。陶器用じゃないからこの程度で十分だ。草木灰を加えればくっつかない。今度は形を大きくする。あとは火を入れて焼くだけ。手を洗ってから火を入れる。丸焼きだ。あとは時間に任せる。向きを変えた。下の地面側はまだ泥が柔らかい。でも周りは固まっている。最後の火入れだ。上側も焼ければ完成だろう。
陶器にも自信がついてきた。割って確認する。ここはかなり焦げている。熱い。でも肉が締まってる。おう。ちょうどいい。肉汁がすごい。蒸し焼きみたいな感じだ。おう。もうそんなに熱くない？最高だ。すごい香りだ。肉がしっかりしている。骨からも旨味が出てる。おう。この肉汁、口の中で弾ける。